皆さんこんにちは。今回は生成 AI の話題です。生成 AI と聞くと多くの人が著作権の問題を思い浮かべますよね。でも実はもっと深刻かもしれない隠れた権利問題があるんです。今日はその核心に迫っていきます。さあ、ちょっと想像してみてください。これ SF 小説の話じゃないんですよ。今まさに現実で起こっていることで、アーティストや関係者を本当に混乱の渦に巻き込んでいる、そんなシナリオなんです。今回はこんな流れで話を進めていきます。まず、あの不思議な歌声の謎から始めて、法的な問題の本当の核心はどこにあるのか、そして最終的にこの問題が僕たち一人一人にどう関わってくるのかを一緒に考えていきたいと思います。ではまず、AI が作った楽曲の話からいきましょうか。これを聞いて皆さんが最初に考えるのって、やっぱり著作権侵害じゃないかなって思うんです。世の中の議論もほとんどがここに集中してますよね。でもですね、大手エンタメ企業のアミューズの法務部が指摘しているのは、この脅威っていうのはアーティストの作品をコピーされるっていうだけじゃないんだと。それ以上にアーティストのアイデンティティそのものをごっそり盗まれてしまう危険があるということなんです。じゃあ、その作品とアイデンティティの違いって一体何なんでしょうか。ここで全く違う2つの権利の話が出てきます。この違いを理解することが今回の問題の本当の核心に迫るためのもう絶対的な鍵になります。さて、このスライドを見てください。これすごく面白いですよね。何を守る対象にしているかが根本的に違うんです。左側の著作権は物、つまり作品を守る。で、右側のパブリシティ権は人、その人の持つ価値そのものを守る。この区別がめちゃくちゃ重要なんです。まず、著作権。これは皆さんにも一番馴染みがありますよね。音楽とか絵画とか、クリエイターが作った具体的な作品そのものを守るための権利です。アイディアとか作風そのものは対象外なんですね。そして、こっちが今回の主役、パブリシティ権です。これはその人の名前や顔、声が持っているお客さんを引きつける力、つまり経済的な価値を守る権利なんです。他の人が誰かの知名度に勝手にただ乗りして商売するのを防ぐというわけですね。じゃあ、なんで今このパブリシティ権が AI の時代になってこんなに大問題になってるんでしょうか。実はその背景には今の法律が抱えている抜け道とかなり危険な罠があるんです。実はですね、日本の今の著作権法には AI の開発を後押しするために作られた条文があるんです。で、これが AI が学習するためにデータを使うのは多くの場合許可がなくても OK みたいに解釈されかねない状況を生んでしまってるんですね。これが巧妙な罠なんです。AI が学ぶプロセス自体は法律的にセーフかもしれない。でも、その結果として AI が生み出したものが違法になる可能性がある。例えるなら、料理人が世界中のレシピ本を読んで勉強するのは OK ですよね。でも、その知識で有名シェフの看板メニューをそっくりに作って、〇〇シェフの料理ですって言って売ったら、それはもうアウトですよね。それと全く同じ構造なんです。こういう新しい脅威に直面して、アミュージュのような企業は、法的な戦略を守りからより積極的な攻めの姿勢へと大きく変えつつあります。問題が起きてから動くんじゃなくて、その前に動く。例えば SNS で積極的に情報を発信してファンに正しい知識を伝えたり誤解を解いたりしているんです。そして自分たちの役割を単なる代理人、エージェントじゃなくてアーティストのデジタル上の人格まで守る守護者、ガーディアンなんだと再定義しているんですね。さて、ここからが本当に大事なポイントです。この問題って決して大企業だけの話じゃない。僕たち一人一人みんなに関わる話なんです。まず、クリエイターやアーティストの皆さん。自分の作品を AI に学習させていいのかダメなのか、ウェブサイトとかではっきりと意思表示をすることがすごく大事です。あと、電子と足みたいな技術的な対策も有効ですね。そして、AI を使う僕たち利用者側。これはもう責任あるデジタル市民でいることが求められますよね。自分がどんなサービスを使っているのか、そして
誰かの真似をしたコンテンツを安易にシェアすることがどんな結果を招く可能性があるのか、一度立ち止まって考えることが本当に大切だと思います。さあ、ここまでの話をまとめてみましょう。生成 AI の登場は、テクノロジーや法律だけでは解決できない新しい次元の課題を僕たちに突きつけていると言えます。今回、皆さんに一番覚えておいてほしいのはこれです。AI の本当の危険性っていうのは、単に作品がコピーされる著作権の問題だけじゃない。それ以上に、人のアイデンティティそのものが乗っ取られて、勝手に利益のために使われてしまう、このパブリシティ権の問題なんだということです。これこそが僕たち全員の共同責任なんだと思います。こういう問題をちゃんと理解して、一人一人が倫理的に行動することで初めて、テクノロジーがそれを作り出すインスピレーションの源であるはずの人間を食い物にするんじゃなくて、ちゃんと人間の創造性のために使われる、そんな未来を築いていけるんじゃないでしょうか。